はい、皆さんこんばんは。小川赤羽でいいこと小川です。よろしくお願いします。すいません、ちょっと投稿が遅くなってしまいましたけれども、ですね、続きの回を行いたいと思います。前回の、反響、ちょっとね、やっぱマイナス評価も一部ついたんですけど、おおむね良かったと思ってますので、一旦この形式でね、ちょっと続けようと思います。で、今、アバンギャルディの、テレビ番組があるので、ちょっとダイジェストとかもね、お届けできてるんですけど、終わってからは、ちょっとね、別の形とか含めて検討したいなと思っています。よろしくお願いします。はい。ということで、今日のテーマなんですけど、4月の6日ですね、もう1週間ぐらい前になってしまうんですけども、アバンギャルディの、テレビ放送、された内容のダイジェストをまず前半やりまして、で、後半で、これはね、ちょっと一つ面白いかなと思ったんで、私の方で取り上げようと思ったテーマなんですけど、オガ的、アバンギャルディのね、YouTube に上がっている、ダンスというか、名シーンみたいなね、それをね、ちょっと紹介したいなと思っています。で、最近のところはあんま覚えてないんですけども、おおむね、ウォッチできてるので、昔のね、映像も結構いいのがあるので、そこはね、最近ファンになったから知らない映像とかもね、ちょっとご紹介したいと思っています。まずね、ここでは口頭で説明しますけど、紹介した動画のリンクもね、載せようと思ってますので、お楽しみください。はい。まずですね、4月の6日に放送されたアバンギャルディの、番組のね、ダイジェスト簡単に言いますね。で、今回、昭和を代表するね、二人組の、ですね、ピンクレディという女性のツインボーカルのね、ダンスユニットがいまして、私もね、全然生まれる前の、世代ではあるんですけれども、そこのね、増田恵子さんが今回ゲストで出演して、増田さんとのコラボっていうところが今回、主なね、放送内容になって、ピンクレディ時代のね、逸話とかもアバンギャルディメンバーと、会話しながら、対談しながら、即興でダンスをやったりとか、グループでやったりっていうところがあったところが今回のね、回になります。それで、そうですね、増田さんももういいお年なのにね、未だに踊れてるのにびっくりした点もありますけれども、はい。で、あと最後にね、ちょっと少しネタバレになるんですけども、メンバーのね、アイムが最後ちょっと出てきて、ちょっとね、コラボを依頼して一緒にやるっていうシーンがあったんですけども、ここがね、意外と面白かったなっていうか、見応えあったシーンだと思います。結構ちょっと前後しちゃうんですけど、前回ね、ご紹介した、前回も登場した、アメ村のゴールデンバーですね。のマー君っていう、見た目が、ちょっと、おっちゃん、ピンクの頭したおっちゃんがまたね、今回も出てきて結構活躍したんですけど、で、ピンクレディのことを結構詳しくご紹介していて普通にね、踊りのなんて言うんだろうな。UFO というね、名曲があるんですけど、そこのシーンの、具体的なこの振りが、登場した、エピソードとかもね、ご紹介いただいたんですけども、そうですね、UFO の形をUFO が出て山から出てくるシーンは、実は、ピンクレディの UFO の振り付けに入ってたとかね。それは私も知らなかったんですけど、結構ね、面白かったですね。で、このシーンはこういう理由だよとかっていうね、具体的な説明があったりしていて、マー君見た目怪しい変なおっさんだけだと思ったんですけど、実際いろいろ詳しかったんで、すごいギャップでね、やられたって感じしますね。私も個人的に大阪には割と行くので、今度、どっかの機会、大阪のアメ村っていわゆる、
古着屋とか、まあちょっとね、ディープって西成ほどじゃないんですけども、まあ、ダウンタウン的なね、ところで若者も多いし、外国人もいるしみたいな、バーもあるしみたいなね、ちょっと雑多なね、ところなんですけども、まあそこでね、バーを営まれてるってことで、お客さんも来そうなんだけどね、まあ一回ちょっとね、実験的に行くのはありかなと思いますね。うん。大阪面白い街ですから、まあどこ行っても楽しいんですけどね、このマー君に会いに行くのもありかなと思いました。そしたらね、またそれはそれでいろいろ面白い話聞けると思うんで、はい。というとこですね。まあ、テレビのダイジェストはね、こんな感じで、あとは実際に番組見ていただければと思いますけれども、まあ今回ね、メンバーの会話シーンも出たりしてたので、割と面白い回だったんじゃないかなと思います。はい。あとね、3回、あさっての土曜日にも行われるので、まあ、そこもね、早めにちょっとチェックしてお届けしたいと思います。私もね、ちょっと楽しみにしたいと思っています。はい。っていうとこです。はい。まず前半ね、ダイジェストを簡単にご紹介しましたけれども、実際の番組をね、見ていただければと思います。はい。で、いよいよ後半なんですけど、ごめんなさい。ちょっと私メモしながら喋ってたわけじゃないので、そうですね。ちょっと思いつきになっちゃって申し訳ないんですが、ちょっと慌ててメモしながら、ご紹介しようと思います。私的にね、アバンギャルディの YouTube に上がってる名場面とか名シーンっていうのがあるので、そこをね、ちょっとご紹介したいと思っていました。ちょっとテーマだけ見たんだけど、中身を全く決めてなくて、はい。っていうとこですね。ちょっと思い出しながらになりますが、ご紹介したいと思います。で、皆さんもね、いろんなきっかけでアバンギャルディのことを知っている方が多いと思います。海外の方はおそらく、主に YouTube の、アップしてる、アメリカゴットタレントが一番のきっかけになっている方も多いと思うんですけども、ね、2年以上経つので、最近だと TikTok とか YouTube ショートですね。そこで、バズったりした動画、JSOULBROTHERS の関口メンディさんとのコラボの動画も1000万再生以上いったかなとかですね。あると思うんで、まあちょっときっかけはね、結構最近だと様々なきっかけで知ったっていうことは多いと思うんですけども、私はその AGT、アメリカゴットタレントの予選の1回戦に出た時に切ってすごい衝撃だったっていうところがありまして、これ前回のね、動画でも紹介したんですけれども、まあ、そこからね、過去の動画全部追って、で、最近はあんま置いてないんだけど、まあ、割と上がってる動画はちょくちょく見てたっていうシーンになります。で、その中で、私的に結構昔の動画も結構多いんですけど、いいなと思ったシーンがあって、それをご紹介しようと思います。メジャーなところは皆さん知ってると思うんですけど、メジャーなところも紹介しつつ、マイナーな動画とかもね、紹介できればと思います。ちょっとね、ランキング形式とかでまとめてなかったんでね、とりあえず5つぐらいかな、ご紹介しようと思います。そうですね。まあ一番最初に、まあこれはもうメジャーのところ行きましょうかね。はい。やっぱりね、もうこれも再生数もダントツ世界的に、流れている動画ですけれども、やっぱ AGT の予選の1回戦のね、予選のやっぱ動画ですね。で、これは多分、アバンギャルディの、そうですね、AGT の登場シーンの動画は、AGT のチャンネルの中でも、まあ、割と上位に上がってる、動画だと思いますけれども、シンデレラハネムーンもね、やったシーンの動画ですね。これはまあ知ってる方かなり多いと思うんですけど、やっぱり衝撃的でしたね。AGT のサイモンを含めたジャッジの方4人ともね、スタンディングオベーションしても、観客も沸かせたっていうところで、ね、私もね、YouTube の映像だったけどすごかったなっていう。で、最初はね、グループ名とかどこの人なのか、日本人なのかもわかんなかったとこからスタートしたんですけど、まあ後から調べたらね、日本の大阪のグループだったってことを知ったっていうところになります。うん。で、まあこのシーンはもう皆さん知ってると思うんですが、改めてやっぱり一番推したい動画だと思いますね。うん。で、次ですね、二つ目行きましょう。
はい。二つ目ですね。これはね、アバンギャルディがヒットする前の動画になります。で、おそらくライブでもまだ一回もやってないと思いますね。でそれぐらい多分難易度が高めの、ダンスなのかなというふうに思われるんですけども、まあ、結論から言うと、二つ目にご紹介するのは、アバンギャルディが踊るアド、うっせぇわですね。これはね、すごいんですよ、キレが。うん。細かい、振りもすごいですし、まあよく短時間で激しいダンスを踊るなっていうシーンになります。これ、知らない方結構いると思ってるんですね。うん、最近の動画じゃないですから。で、アバンギャルディが、ブレイクする前の上がってた動画なので、まあ今でもね、見てる方多いんですが、あんまり知られてないっていうところで、これはね、ご紹介しようと思います。リンクもね、後で貼っておきますけどもね。そう。アドのうっせぇわっていう名曲にアバンギャルディの激しい振りがあって、で、その時にコラボされた方もいるんですね。男性の方なんですけども。名前何だったっけな。ちょっと待ってくださいね。名前忘れちゃったな。これか。ちょっと待ってくださいね。マジで忘れちゃった。ですね。ちょっと曲を流すわけにいかないので、ごめんなさい。後で載せますね。ちょっと男性のね、ダンサーの方とコラボしてて、プロのダンサーですね。その方40代なんですけども、まあ、のコラボ。途中からね、そうですね。途中から出てくるんですね、この男性方。それでも結構大変だったとか言っています。で、やっぱこれね、私がいいなと思ったのは、ダンスの練習してるシーンもあるんですよ。で、これも全部見てます。で、これがね、やっぱこういう練習してんだっていうの分かったっていう意味で、ファンの方もぜひ感激する内容だと思いますし、このね、男性の方が途中から入ってってすごい大変な思いしてるのもね、わかるのでね、これはね、結構圧巻のシーンだと思います。ということで、アバンギャルディ×アドのうっせぇわですね。このシーンは本当にいいのでご紹介します。で、続いてですね、続いてはですね、これは公式の動画になります。公式の動画ってさっきのも公式の上がってるんですけど、公式のプロモーション動画で上がってる動画ですね。で、次何かっていうと、アバンギャルディが踊る天国と地獄。天国と地獄だったっけな。ごめんなさい。ちょっと待って。違ったかもしれない。ちょっと待ってくださいね。あれ、何だったっけな。ラインダンス。合ってましたね。やっぱ天国と地獄ですね。ラインダンス天国と地獄っていう動画があります。これもアバンギャルディがブレイクしたかする前ぐらいに上がってた動画。ブレイクしたとかな。する前ですね。はい。で、ダンスと本を持ってのこの、シンクロする動画なんですね。この天国と地獄という曲に合わせてやる動画で、全く喋んないんですけど、でこれがね、多分これはライブでもやってないと思いますけど、個人的にはぜひやってほしいんですよね。さっきのアダのうっせぇわと同様にですね。で、これもなんかシンクロの高さをね、改めて実感したっていう動画になっていて、結構、ここがアバンギャルディやっぱ衝撃を受けたのは AGT ですけど、その次に発見したのはこの動画だったんで、やっぱりすごいんだなっていう、レベルが違うなって思った瞬間でしたね。はい。で、これは1分30秒ぐらい短い動画なんですけど、結構ね、いいので、お勧めしますね。はい。知ってる方ももしかしたら結構多いと思います。はい。で、次4番目ですね。どんどんいきますね。ここまで私ちょっとね、今メモしたんで書けるんだけど、続いてはね、これはライブ、海外のライブでやったかな。日本ではね、やってないと思うんですけど、アバンギャルディが踊る創世のアクエリウムですね。
で、創世のアクエリオンって、私アバンギャルディが踊る前、もっと言うと10年以上前から知っていた曲でして、創世のアクエリオンというアニメですね。アニメの、オープニングで使われた曲なんですけれども、元は、秋野 with、ブレス4っていうね、沖縄出身の4人組のアーティストなんですよ。で、秋野さんっていう歌手がいて、もう2オクターブやったかな、すごい高音が出るね、パワフルな歌手で、で、ブレス4っていうのは姉妹なんですね。秋野たちの、所属する兄弟、姉妹なんですよ。で、その人たちが歌う曲が、原曲が秋野さんが歌うこの創世のアクエリオンなんですけれども、なんで知ってるかというと、私ライブ見たことがあるからなんですね。で、もともとの原曲がすごい良くて、で、秋野さんの歌も気に入って、で、なんて言ってもこれ曲作ってる方が、広角機動隊っていうサイボーグのね、アニメでも有名な、それ以外にもね、東日本大震災の花が咲くっていう曲を作った、名作曲家の菅野陽子さんが作ってるっていう曲にもなりますので、だから曲自体もすごいいいですね。菅野さんが作ったアクエリオン、秋野が歌う歌声のミックスで、原曲もめちゃくちゃいいんでね、知ってる方は知ってると思うんですけど、知らない方はぜひ原曲を聴いてほしいと思います。で、話を戻すと、アバンギャルディがコラボしてるこのアクエリオン、創世のアクエリオンは、これはね、ちょっと違うバージョンなんですね。これ男性の、ボーカリストが歌う、アクエリオンなんですよ。で、これ何が違うかっていうとね、有名なね、アニソン歌手の、遠藤さんだったかな。遠藤正明さんっていうアニソン歌手がいて、結構パワフルな歌声で有名な方なんですけれども、この方が歌うアクエリオンなんですね。番組でコラボしてる。で、これがね、またね、いいんですよ。僕個人的にすごい好きなんですよね。原曲の秋野の曲も好きだし、遠藤さんの歌う演奏版のアクエリオンもすごい好きなんですね。で、やっぱちょっと全然印象が変わるんでね、パワフルなロック、ギターのサウンドも入っての、曲なんです。で、これがね、アバンギャルディが踊るんですよ。で、これなんでね、おすすめしたいかっていうと、サイリウムっていう、AKB とかのライブとか行った方が、もしいたらわかると思うんですけど、いわゆる光る棒ですね。光る棒を、お客さん側が振るっていうのがサイリウム。一般的なサイリウムの使い割り方なんですけれども、で、アバンギャルディたちの方たちが、この曲をやるシーンでやっぱすごいのは、サイリウムを実際に持って踊るんですね。で、これオタゲっていう、いわゆるオタクの人たちが、サイリウムをくるくる回しながら踊るっていうのをオタゲって言うんですけども、オタゲをアバンギャルディのメンバーがやるっていうね、シーンがあるんですね。これがね、この、アクエリオンの、アバンギャルディの踊るアクエリオンの魅力の一つですね。で、私が見た中だと、マレーシアのライブでやってたかなと、あとね、大阪の関空ですね。関空のイベントの時にもやってたのは見てるかな。で、公式のライブやったかな。ちょっと私セカンド行けてないんですけど、サードはやってなかったと思います。やったかな、ごめんなさい。記憶違いかも。そんなかったかな。で、これ YouTube の公式にも上がってるんですけど、これはね、すごいですね。で、私はマレーシアのライブの動画を見たけど、やっぱりすごかったなと思います。で、これぜひね、またライブでやってほしいんですよね。で、私個人的には、創世のアクエリオンも好きですし、っていうのもありで、さらにオタゲのまたクオリティの高さ。これはね、すごい圧巻なんでね、ぜひ見ていただきたいなと思います。さあ、ちょっと紹介たくさんしましたが、最後どうしようかな。5つって言っときながら5つ目を一応仮で今、上げちゃったんだけど、ごめんなさい。変えます。ちょっと関口メンディーのやつを紹介しようと思って、さっき冒頭言っちゃったからな。はい、ちょっと変えました。最後、これは
なんて言うんだろうな。クオリティというよりコラボ自体がすごいっていう意味でのご紹介ですね。これは最近ですね。1年以内ぐらいに上がった動画ですけども、新しい学校のリーダーズのコラボ動画ですね。コラボダンス。まあ、2グループの共通点は、お互い制服を着ているっていうところだけなんですけれども、まあ、アメリカとか海外でも人気のね、新しい学校のリーダーズとアバンギャルディがコラボして踊るっていうのが、どっかの、エナジードリンクかなんかの、主催の多分チャンネルかなんかで公式のがあったと思うんですけども、で、まあ、実際番組でもね、やったみたいなんですけどね、そう、2グループによる、なんだろう、シンデレラハネムーンだったかな、と、あと新しい学校のリーダーの名曲ですね、大人ブルーだったかな、をアバンギャルディと一緒にやるっていうのを、やって、これはね、踊りもすごいんだけど、やっぱコラボ自体がね、なかなかできない2グループなんで、ごめんなさい、OKP タイスでしたね。OKP サイファーの、踊る、まあ、新しい学校のリーダーズとアバンギャルディの組み合わせ。これがね、結構圧巻ですね。でこれはまあ知ってる方結構多いかもしれませんけれども、改めてご紹介したいなと思います。関西、万博でも、確か新しい学校のリーダーズがゲスト出たのかな。で、コラボは多分非公式で上げてたと思うんですね。公式の動画では上がってなかったと思うんだよね。まあ、それが縁でなんか一緒にやったみたいですけれども、なかなかね、新しい学校のリーダーズも結構人気ですから、この2グループがね、同時にやるっていうのが、そもそもなかなかないので、やっぱりこれね、見てて貴重だなと思いました。新しい学校のリーダーズもまたね、結構面白い、個性的なダンスの、ね、グループですけども、結構いいシーンだったなと思いますね。はい。以上です。で、他にもね、たくさんあるんですけど、まあ今ちょっと私がお勧めしたい動画はこの5つかなと思って、今回、ね、ご紹介させていただきました。後でリンクも貼っときますので、ちょっと気になった方はぜひご覧いただきたいなと思います。基本的に全部おすすめですね。知らない方いたらぜひチェックいただきたいなと思います。で、ごめんなさい。最近の動画とかはウォッチできてないんで、そこは大変申し訳ないんですけれども、活用したいと思います。で、あとね、私個人的に、これ次回以降のテーマにしようと思うんですけど、まあ各メンバーについて全然触れてなかったと思うんですね。というのも私自身が、箱推しなんですよ。グループ推しだからなんですね。で、もともともそうなんですよ。グループのファンになって、今もグループのファンなんですけど、個人でこの人いいっていうのがもともとないんですよ。で、私はアバンギャルディが好きになる前は、まあ、AKB とか好きだったんですけど、AKB が好きな時も、この女の子がいいとかっていうのなかったんですね。まあ、多少ね、あるんだけど、基本的になかったんですよ。だから AKB グループ全般好きだったみたいな、そんな感じだったんですね。だから、アバンギャルディのファンクラブ入るときにすごく困ったのが、推しメンを決めてくれって言われて、で、僕は大阪のライブ会場で入ったんですけど、推しメンが僕いないから、箱推しってないんですかって言ったらないってあれだったから、まあ、ものすごい困って。まあ、やっぱりね、どうしてもメジャーなメンバーとかになっちゃうのはあんまり避けたかったんだけど、まあ、やっぱりちょっとね、私も全員詳しくしてるわけじゃないので、まあ一応、長野だったかな、長野かなんか登録したと思いますね。はい。で、やっぱね、今結構各メンバーが個人のチャンネル持って活動してますけども、それぞれのメンバーについて細かく私も詳しくはないので、あまり触れないようにしてたんですけど、まあ私は詳しい人いっぱいいるからねっていうのもあるんだけど、まあ、軽く触れようかなとは思っています。ちょっと時間あるときにね。私以外のね、ちょっとファンの方でね、基本的にファンの人いるんで、その人との対談の時にその話はしようと思ってますので、お楽しみいただければと思います。長くなりましたが、今日はこんな感じで、終わりたいと思います。すいません。どちらかというとダイジェストというより私の個人的おすすめの動画シーンのところが長かったんでね、申し訳ないですけれども、ぜひお楽しみいただければと思います。それでは失礼いたします。